おはようございます。たかしです。本日は6月11日火曜日、ただいま9時15分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日も陽線です。ここのところ強く下落して強く上昇して、そのあたりで揉み合っているっていう感じ。その中でじりじりと高値更新をしてきているっていうのが現状ですね。ただ高値更新と言ってもかなり狭い値幅での更新になってきますので、じり上げ相場というところでしょうか。冷やしとしては陽線なんですが、直近の高値の200円とか200.5というところが近づいてくると、やはり上値は重くなってくる。現在はここでダブルトップを作ってくるのかなというようにも見れますので、そう考えるとそろそろ上値は意識されるところですね。ストキャスティクスはそろそろ高値圏に差し掛かっております。マックでは弱いままですので、基本的には上値が重くなると考えておきたいです。では4時間足です。4時間足には黄色のボックスを描いておりました。ちょうどこのボックスの中で動いてますね。昨日まではこのボックスの下半分で動いておりました。一度下抜けたんですが、そこは騙しとなって上昇。そして現在はボックスのこのセンターライン、黄色の点線がセンターラインなんですが、そこより上に入ってきましたので、次はこのボックスの上限ですね、200.5 付近を目指して上昇していくと考えられます。その前に直近のこの高値がありますので、200.4 付近っていうのが一旦引っかかるとは思いますが、200.5 という高値もほぼほぼ同じような位置にありますので、そこまで上がってくるともうボックスの上限ぐらいまでは上昇してきそうですね。ストキャスティクスは高値圏ですので、ここからのロングエントリーには優位性がありません。一度ストキャスティクスがある程度過熱感を解消してくる、こんな感じですよね。一度こういう風に下落してくる、そういうような動きを待ちたいところです。ただ今ボックスのセンターラインより上に乗せてきたので、もしかすると本日は上昇方向に向かおうとするかもしれませんが、その流れに乗っていった場合、4時間足のストキャスティクス高値圏からデッドクロスして下落すると、比較的大きめの下落になるかもしれないので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足には、先ほどのボックスのところにゾーンを描いております。黄色のゾーンですね。ここが抵抗体になるだろうというところですね。昨日は一旦上昇してこのセンターラインで上値を抑えられ、そしてボックスの下限まで下落してそこからの反発になるというすごくわかりやすい動きをしておりましたので、こういうところですね、センターラインのこのあたり、そしてボックスの下限からの上昇っていうところでエントリーできた方も多いと思います。本日はこのセンターラインを超えてきてそこから押し目買いで上昇していけるのか、それとも GMMA の青日まで一度押しをつけてくるのかっていうところですね。ストキャスティクスは現在下落中ですが、今センターライン付近から上昇しようかという風にも見えますので、ここから上昇していけるのか。そうすると先ほど言っていたこの辺の高値ですね、200.4 付近を目指してくると思いますが、そうするともう 200.5 まではわずかですので、そこまで一気に上げてしまうんじゃないのかなと思ってます。ただ4時間足もストキャスティクス高値圏ですし、1時間足ストキャスティクスまだ下落中ですので、一度 GMMA の青日ぐらいまで押しをつけてきてくれるとエントリーがしやすいかなと思いますので、まずは一旦は押しをつけてほしいところですね。昨日の動きを見てもわかるように、上昇しても比較的深めの押しをつけておりますので、昨日も高値更新をしてきましたが、本日上昇しかけてますが、ここから再び深めの押しをつけに行く。そして昨日の安値付近まで下落するっていうことも十分考えられますので、今の動きを見ていると、そのくらいの深めの押しをつけてもおかしくない。そんな考え方もできますので、本日は押し目買い優位ですが、しっかり下がってきたところを拾っていくようにするのがいいと思います。ではドル円を見ていきましょう。こちらは冷やしです。まずはこの白いトレンドライン付近から直近そこまで下がってきて、そこからの上昇になってます。昨日は陽線ですね。ここのところは連続で陽線。ここに1回陰線を挟んでますが、基本的にはずっと上昇してきているというところですので、本日も上昇していけるのかどうかっていうところですね。ただ直近高値の158円付近は意識されてくると思いますので、158円が近づいてくると上値はだんだん重くなると考えます。ストキャスティクスは今上昇中。もう少し高値圏まで距離があるので、もうちょっと上昇しきるんじゃないかと思いますが、158円を目指して、そこを上抜けられないと直近の高値でのダブルト
トップになってきますので、その場合はもう一度この白いトレンドラインぐらいまで下落していく、155円台ぐらいまで下落する可能性が考えられます。今は一旦直近のこの高値を超えられるかどうかっていうところに注目ですね。では4時間足です。直近の高値がここですね、157.7 付近ですが、ここに戻り高値がありますので、だいたい158円付近のこのオレンジの水平線が意識されてくると思います。今はこのオレンジのトレンドラインを上抜けられるかどうかに注目ですね。昨日からまた上昇トレンドに戻ってきておりますね。雇用統計で強く上昇して、そこからの上昇が継続しております。ストキャスティクスは高値圏にあります。マクディもだんだん弱くなってきてますので、本日上昇から始まってますが、やはり基本的にはしっかり押しを待ちたいところですね。一度このピンクのライン、もしくは GMMA の青帯付近に押しを待ってからの次の上昇のイメージを持っておくといいと思います。では1時間足です。このピンクのラインまで一度押しをつけてほしいんですが、金曜日に一度つけておりますので、もしかするともう戻してこない可能性もあるんですが、4時間足、1時間足のストキャスティクス高値圏ですし、やはり一度下落する可能性は考えておきたいですね。ピンクのラインぐらいまで下がってくれば、そこから次の反発の上昇のイメージが持てますが、今このまま上昇した場合はすぐ上に先ほど言っていた抵抗ラインがありますので、この赤い水平線付近ですね、その付近が上値となって、そこから下落してくる可能性も考えておきたいです。そしてこのピンクのラインは過去何度も意識されてますよね。ここずっと意識されてますし、こちら側もそうです。ですので、このピンクのライン逆に下抜けてくると大きく下落していく可能性がありますので、それがさっき言った日足のこのトレンドライン、白いラインぐらいまで155円ぐらいまで下落する可能性は十分ありますので、まずはこのピンクのラインの上にある間は押し目がいい。ピンクのラインを下抜ければそこから戻り売りで考えていくのが分かりやすいと思います。ですので、いつも言ってますが、アラートを仕掛けておくと分かりやすいと思います。このピンクのラインにアラートを仕掛けて、ここに接触すればアラートが鳴るようにしておくとトレーディングビュー使いやすいと思いますので、良ければトレーディングビューまだ使われていない方は概要欄に URL 載せておきますし、そちらから無料登録をしてみてください。また現在トレーディングビュー 70% 割引の有料プランとかも期間限定でされておりますので、もし有料プランを利用される場合も、まずは無料登録からやってみてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。